は、いくです。今回はリクエストいただいていたムラのないブリーチの仕方と統一感のあるセミスモーキーなメイクをしていきたいなと思います。個人的におすすめなやり方のポイントをお伝えしているので、ぜひご覧ください。コスノリのイージーブロートーンチェンジャーを使って眉毛をブリーチしていきます。これのいいところは小分けになってるので1回分が分かりやすいっていうのと、スクリューブラシがついてるので全体になじませやすいっていうところと、あと3分から5分でささっと色が抜けるっていうところです。こんな感じで日本語の説明もついてるので安心なんですけど、一応使用方法を読みますね。使用前に染毛する部分をきれいに拭き取ってください。2、1剤パウダーを2剤クリームポーチの中に入れ、ブラシでよく混ぜてください。3、塗布して2から3分ほど放置します。4、お好みの色に合わせて放置時間を調節します。太さ、毛質、温度などにより個人差があります。クリームを少し拭き取って色を確認しながら放置時間を調節するのがおすすめです。私は結構色抜きたいので5分ぐらいをぬるま湯で十分にすすぎ洗いをし、石鹸やシャンプーで仕上げます。6、最後に水洗いしたブラシで毛流れを整えてください。だいたい1ヶ月間隔でブリーチしてください。これ時間によって結構茶色っぽくもできるし、ブリーチカラーっぽくもできるので、そこは自分の好みの時間を探すっていう感じです。これとこれを混ぜます。なんかね、ブリーチすると眉マスカラのそのまんまの発色も楽しめるから、ブリーチカラーにしたいわけじゃないんだけど、眉毛を薄めにしたいっていう方も眉マスカラありきで地の毛を薄い状態のベースに整えておくっていうのもありだと思います。やっぱり黒い毛に眉マスカラ塗るのとブリーチした毛に眉マスカラ塗るのとだとちょっと透明感とかが違うので、薄眉やってみたい方におすすめです。そしたらついてきたブラシで混ぜます。で、塗り方なんですけど、眉マスカラする時みたいに全ての毛に絡ませることが大事なので、最初眉尻から塗って、また前頭から塗って毛全体になじむように塗っていきます。こんな感じで毛の根元にもブリーチ剤がつくように魚でしていきます。こんな感じ。たらこっちから撫でて、で肌が弱い人は肌がピリピリするかもしれないので、眉毛の周りにバームとか塗って保護するといいと思います。で、行き渡ったなって感じになったらブラシを袋でしごいて、こう液をたっぷり取ってそれを上からかぶせていきます。説明のために片っぽ先乗せたけど、こっち塗ったらこっち塗ってって交互にやると左右平等にやりやすいと思います。自分の眉毛よりも広い範囲にのせて、全ての毛がちゃんとクリームに埋もれてるかチェックして時間を置きます。そしたらこれ時間を置いてクリームを取るときにこのスクリューブラシがまた便利なので、ティッシュで液を拭き取っておきます。5分経過したので液を取っていきます。結構もったりついてるから最初からティッシュで取るのむずいので、いい感じにキンキンな色になってくれました。そしたらちょっと水ですすいできます。ただいま帰りました。いい感じ。簡単に15分ぐらいでできるので、眉ブリーチ気になってる方はご参考にしてみてください。そしたら今日はこの薄眉に合わせてリクエストいただいてたスモーキー系のメイクをしていこうと思います。MAC のストーンを買ったのですが、いまいち上手に使い切れなく、アイメイクとチークが迷子です。スモーキー系のメイクに挑戦したくて
ロム&のアイシャドウの4番などを持ってます。できればこの辺を使った統一感のあるメイクを教えていただきたいです。私 MAC のストーンリップ持ってないので、画像を見ながら似てるなと思ったのがトゥースラッシュ4のやつだったので、これとリクエストされた方が持ってるロム&の4番のダスティーフォグガーデンを使って統一感のあるセミスモーキーな感じのメイクを考えていこうと思います。ファンデとシェーディングなどをささっとやりたいんだけど、初めてこれ使ってみようかな。ネーミングのコラボパッケージのやつでこの間いただいたんですけど、レイヤードフィットクッションの21番、ツヤ感がいい感じ。パッケージが可愛いよね。なんかね、天使みたいなハートと星がくっついてる。カバー力とかそんなないのかなと思ったけど、意外と赤みとかちゃんと隠してくれて素肌感があって個人的に好きかも。眉毛はこのまんまでもめっちゃ可愛いんですけど、もうちょっと眉尻を描き足したいので、いつも紹介しているこの2つを使っていきます。ヒンスのシグネチャーブローペンシルのライトブラウンとエスポアのザ・ブローのフェイクブリーチです。こんな感じで、ここまで眉毛があるよっていう風にするとここの余白が埋まるので、ブリーチした眉毛可愛すぎで、またこれだけでもいいんですけど、毛流れを固定するためにアイブロウをします。これはほんとさーっとで大丈夫。ほら、めっちゃ可愛い。マグネットつけまの下準備としてまつげだけカールしてキャンメイクのクイックラッシュカーラーで固定しておきます。バッドキャットのエジプシャングレーのカラコンを入れました。でポイントメイクに移っていくんですけど、統一感を出すためにどうしたらいいですかっていう風にインスタとかでもコメントいただいたんですけど、個人的におすすめしてるやり方があって、メイクする前に手の甲とかに色を全部出してここで色合わせをしてからメイクするっていうやり方です。今回だったらリクエストいただいてた色に似たリップをまず置きます。でこういう色にこれを合わせたいっていうことだったので、アッシュブラウンっぽい感じでココアをくすませたみたいな色なので、このパレットの中のグレー系じゃなくて上の段の真ん中以外の4色と締め色かなと思ってるんですけど、くすみブラウンな感じで揃ってるので、これにチーク何出そうかなっていう感じで考えていきます。本当にチークもこの同じ色の系統でワントーン系にするか、チークだけちょっと血色感を入れるか、お好みによっていろいろ遊べる部分だと思うんですけど、リスキーのマットの方がチークにも使えるっていう風に書いてあって、私あんまりチークに使ったことがなかったのでこれちょっと使ってみたくて、例えばこれを合わせるとしたらくすんだ中に一点トーンの揃った血色感が入ったっていう感じになるんですが、これピンクのラメが入ってるからそれもいい感じに可愛くなればいいなと思いつつ、ほっぺの内側だけ明るい色のチーク入れたいので、このトーンに合いつつちょっとモーブっぽい色を合わせてチーク2色にしてみようかなと思います。可愛いと思う。やりながらね、違うなと思ったら変更していきます。アイシャドウからやろうと思ったけど、もうなんかリップの色が決まってるからリップからやろうか。トゥースラッシュ4のクラウドリップチラーのアッシュブラウンっていう色です。リップライナーこれかこれだな。またチュンチュンって描いてみます。こっちがクリオのヘーゼルナッツトープで、こっちが AOU の6番アーモンドなんですけど、今回の感じのクリオの方がここら辺のアイシャドウの色とかと合いそうなのでこっちにします。いつも通りこれで唇の境目を
ぼかしつつ拡張する感じで、かわいい。ではアイシャドウはこちらのベージュをベースに塗ります。これでグラデーションがしやすい土台を整えたら、このブラウンを全体に塗っていきます。目頭の横の部分にもちゃんと塗る感じで、目を拡張して見せたいので、骨の位置よりさらにこっち側まで広げる感じです。そしたら下まぶたにちょっと赤みを持たせて下重心重めにしたいので、この色を下まぶた全体と上は目尻と目頭だけに塗っていきます。ポワーンとこの下ら辺にグラデーションの広がりがくるようなイメージでやっていきます。気持ち目尻重めな感じで塗っていきます。こんな感じに。そしたら上のアイライナーを引いていきます。いつもだったら絶対ブラックって感じなんですけど、今日は統一感全体ブラウンでじわっとした感じにしたいので、深いブラウンのアイライナーにします。ピアのラストオートジェルアイライナーの02番ジャズっていう色です。これね、いつも使ってるキャンメイクよりもちょっと芯が太くて、で後ろに削るやつがついてるんだけど、ちょっと削るのもあんまり上手にできなくって、私にはもうちょっと細いやつの方が合ってるかもって思ってるんですけど、色的にこれが良さそうなので、まずいつも通り目尻からちょっと入ったとこから描き始めて、その後にその下の三角のラインを埋めていく感じ。目頭側も埋めていきます。アイシャドウの時と同じくここの真ん中は開けて、そしたらここの締め色でぼかしていきます。さっき描いたラインの上側にのせてぼかします。こんな感じでジェルライナーの上にパウダー重ねることで落ちづらくなる効果もあると思う。そしたら下まぶたのラインも引いていきます。黒目の下ら辺から描き始めて、目尻はいつも通りちょっと自分の目尻のラインより下に横に広がるようなイメージで描いていきます。目頭側にちょっとぼかす感じで、こんな感じ。ラインが描けたらこの色で上側をもうちょっとぼかします。締め色と最初のベースの間をぼかす感じで、なんか時間がない時はここまでやらなくてもいいんだけど、ほらこんな感じでメイクの深みみたいなのが出るので、上はつけまつげをつけます。いつものオサドのシルキーブラックナチュラルブラックってやつ。そしたらさっき使ったここの赤みのある色をもう一回下まぶたに塗っていきます。さっきはベース的な感じで塗ったんだけど、今度はさっき描いた下のラインをなじませて、かつここに涙袋の影を描くっていう感じで使います。
このちょっとした赤みがめっちゃ良くて、スモーキー系のメイクをする時に血色感ゼロでやるとバチバチにクールな感じによるんですけど、もうちょっと赤みがあることで馴染みやすくて、普段あんまりやらない人でも手出しやすいんじゃないかなと思うので、もう目尻側からシュッて入れて目尻側が濃くなるようにぼかします。で細いのにとって涙袋の影をって目を上に上げて下から持ち上げるような感じで引いていきます。でこの時にこのちょっと下に下がるようなイメージで描いてあげると、もっとこの中顔面が短縮されて見えるので、最近はその角度にハマってます。こんな感じ。こっちと比べて全然違くないですか？ここの短縮具合とこの目尻からのつながり、奥行きみたいな。OK です。そしたらまつげをキャンメイクの極太マスカラで塗っていきます。めっちゃ可愛い感じで、チークをどうしようかな。なんか今日はね、この最初に出したこの2つでほっぺだけ若干赤みポワーみたいな感じで、でもトーンはちょっとくすんだ感じで統一感出そうかなって思ってたんですけど、どうする？前ね、ルミルのミッドナイトアッシュのブラウンメイクの動画出した時もブラウンな感じでチークこれにしたんですよ。トゥースラッシュ4のマットブラウンってやつ。これ絶対可愛くて、でもさ、前のその時のルックと似たような配色になるから、これも絶対可愛いよっていう風におすすめしておいて、今日は別パターンもやってみようか。リスキーの B ボールドリップブラッシュドのモーブリックっていう色です。可愛いね。なんかね、本当に全部同じコスメ使わなくても、お持ちのやつで手に出してみて似たような色味のやつがあれば、それでぜひお試ししてみていただきたい。思った通り可愛いです。可愛い。なんで今塗ってないこの内側のところをぼやっとした色を入れて前に出して顔を立体的に見せたいので、 B オーブのミックスマッチチークパレットの04番モーブガーデンのここの色を使います。くすんだ落ち着きのあるモーブっていう感じで、このねモーブ系を入れてもね絶対可愛いと思う。透明感が出て可愛くないですか？いい感じ。いつものほくろを描いていきます。ロムアンドのハンオールブローからの01番グレーストープです。でハイライターはお好みなんですけど、このままでもね十分可愛いから、入れたかったらモーブ系が可愛いんじゃないかなということで、マジゲマンションのオブジェブラッシュの01番、チークをもっと明るくしたような感じの色になります。目頭に半円型に入れて、顔のコントラストをつけると余白が埋まって可愛いので、さっきアイシャドウでこの目頭側まで暗くしたと思うんですけど、その横側を明るくします。涙袋の影をここに入れて暗くしたので、その下側をハイライターで明るくして、ここの明暗をつけて、そうするとね、なんか顔がはっきりして可愛いんですよ。自分の鼻先よりちょっと上に入れて鼻を短く見せていきます。 OK。 はい、こんな感じで
可愛くできました。では今回はリクエストいただいた眉毛ブリーチのムラのない綺麗なやり方とセミスモーキーな感じの統一感のあるメイクを考えたんですけど、いかがでしたでしょうか。ご参考になったよっていう方はいいねやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。新学期新年度から1ヶ月経ったけど皆さんお元気でしょうか。またね、新しいことが始まった方は1ヶ月じゃ全然慣れないことの方がいっぱいあって大変だと思うんですけど、どうかご自愛ください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。